アンカーボルトが思ったより内側に入っちゃったみたいで、ここはかろうじて止まってます。これぞ DIY って感じですね。DIY と豆柴弦。この動画は私たち DIY 素人夫婦が飼い犬の豆柴弦のためにドッグラン付き別荘を手作りで建てる奮戦記の第15話で、前回までに出来上がったコンクリート基礎の上に土台となる木材を設置していきます。これまでのミスによって変なところにボルトがあってうまくつけられなかったり、コンクリートに穴を開けることができなかったり、様々な困難がありましたが、釣り仲間に手伝ってもらったりしながらなんとか土台を組み上げていきました。それでは私たち夫婦がああでもないこうでもないといろいろ失敗しながらもなんとか土台を設置していく様子をご覧ください。まず土台の製作にあたって私たちは木材を入手してきました。近所のコメリで長さ4メートルで土台に適した防虫防腐処理が施された 4x4 の木材15本と構造用合板18枚を購入しました。木材というのは同じ素材や同じ大きさや長さであっても使われる場所でその名前が変わってきます。この土台に使われる太い木材は大引きと呼ばれます。この大引きは1本で重さが13キロもありますので運ぶのも一苦労です。しかもドッグランフェンスを設置してしまった後ですので中に入れるのがすごく大変でした。ということで数本は中に入れたものの一旦ドッグランフェンスの外側に置いておきました。はい、土台の作業を開始していきます。まずはこの基礎パッキンを並べていきます。基礎パッキンとは土台の木材とコンクリート基礎の間に挟むプラスチック製の板のことで中が空洞になっています。そのためこれを挟むことで木材とコンクリート基礎の間に空間ができ床下の空気や湿気がこもりません。一昔前まではコンクリート基礎の東西南北に換気口を作るのが当たり前だったようですが、最近は基礎パッキンを挟むことで換気口の代わりとすることが主流となってきているようです。基礎パッキンを置くところに合わせてグラインダーで切っていきます。それではオイラ豆柴弦がオイラの飼い主がどうやって土台の大引きをコンクリート基礎に固定させたか説明するわ。まずはインパクトドライバーにドリルビットを装着してアンカーボルトが通る穴を貫通させたわ。その次にワッシャーとナットが入るくらいの穴を途中まで開けたわ。その後に大引きをアンカーボルトに差し込んだわ。そしたらワッシャーをアンカーボルトに通したわ。そこにナットを取り付けて終了だわ。口で言うのは簡単だけど実際やってみるとボルトが曲がっていたりドリルビットがまっすぐ入らなかったり結構難しいわ。ドリルビットの径が大きくなかなか木材に入っていかず苦労しました。真ん中に来てないもんね。一発で真ん中に決めることができずワッシャーが入らなくてやり直しになることもしばしばありました。ナット、はい、これでナット締めていきます。こっち側はもう止まってんだか止まってないんだかよくわかんないぐらいの感じです。ここにもう一つの
土台の木材をここに持ってくるのに、ここで簡単な組手を作ろうと思ってます。組手を作るのにまず木材の半分の高さに合わせて丸ノコを何度も走らせ、そこをのみで削っていきます。ああ、すごいすごい。綺麗。いいかな。2人とものみ作業が気に入ってしまい仕事を取り合いました。組手はこのように組んでいき、後でビス止めします。ここで釣り仲間2人が手伝いに来てくれました。家が建ったらここを拠点に釣りに行く仲間です。2人に手伝ってもらい、縦の木材を全て入れることができました。2人には丸ノコやインパクトドライバーも挑戦してもらいました。切った 2x4 材を大引きの間に留めました。土台の大引きの下のジャッキなんですけど、コンクリートにどうやってもネジを差し込むことができないので、逆の発想でモルタルを流して固めることにしました。ジャッキとモルタルがきちんと密着するように下塗りシーラーを塗っていきます。ブラシでコンクリ表面を磨き、ハケでシーラーを塗り、モルタルを砂山になるくらいたっぷり打設します。ちょうど3列目の 2x4 の木を入れたところです。あとまだ全部やっていきます。頑張りましょう。先は長いですけど。今回の作業はここまでです。次回は 2x4 をすべて入れて、さらに床下調湿剤や断熱材を入れていく予定です。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。DIY と豆柴ゲンチャンネルです。チャンネル登録お願いします。では次の動画で会いましょう。またねー。